この動画では2022年発売予定の Nintendo Switch のゲームソフトの中から注目作、期待作をまとめてご紹介する動画となっております。Switch のゲームソフトは基本的に発売が結構近くなってから発表されるものも多いのですが、現段階でもたくさんのゲームソフトが2022年に予定されております。大人でも子供でも楽しめるゲームソフトがすごくたくさんございます。ぜひ気になるゲームソフトを見つけていってください。まずこちらからご紹介いたします。ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド続編。まだ正式名称も発表されておりませんが、2022年発売予定として最も期待の高まる作品がこちらでしょう。前作ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド同様にハイラルの大地を舞台としつつも、今作では空の上にまで冒険の舞台が広がります。オープンワールドゲームの最高傑作と名高い前作の続編はどのようなものになってくるのでしょうか。まだそのほとんどがベールに包まれております。しかしこの作品が2022年に発売されるのであれば、今日も一日を頑張って過ごしていけるというエネルギーにすらなってしまいますね。おいゲット。というわけで改めまして皆さんこんにちは、ケイジチャンネルです。いや今更ながらね、この年になって初めてポケモンをねまともにプレイしているんですけれども、いや大人でも楽しめちゃいますよね。そんなわけで今日の動画では、今紹介したゼルダの伝説含め合計14本の注目作品をご紹介していきたいと思います。可愛らしい感じのゲームばかりではなくて、かなり渋いゲームソフトも入っております。2022年 Nintendo Switch でどんなゲームを買うのかのぜひ参考にしていただければと思います。ここから先は発売日が近い順にご紹介していきたいと思います。では行ってみましょう。1月13日発売予定、ダイイングライトプラチナエディション。2015年に発売された究極のオープンワールドゾンビサバイバルゲームがスイッチに登場します。オープンワールドでゾンビの世界をたっぷり遊び尽くしたいってんならこれっきゃない。一人称視点でパルクールを駆使して広大なオープンワールドの高低差のあるマップを行き来し、昼と夜で変化するゾンビの脅威、重厚なストーリー、100時間以上遊べるボリュームととんでもないゲームとなっております。超豪華なゲームが Nintendo Switch で遊べるようになります。協力プレイのできるゲームなのですが、 Nintendo Switch ならではのローカル通信での協力プレイにも対応しております。ちなみにダイイングライトの完全新作ダイイングライト2ステイヒューマンも2月4日にクラウドバージョンで Nintendo Switch で登場することとなっております。では続きまして1月28日発売、ポケモンレジェンズアルセウス。全く新しいポケモンの新時代が登場します。広大なフィールドでアクションを駆使してポケモンを捕獲したり、シームレスにバトルに移行したり、何これオープンワールドなのどうなのって感じはあるんですが、完全なオープンワールドではなく、大きなマップがエリアごとに分かれている形になりそうです。冒険の拠点となる村からミッションを得て必要なエリアに調査派遣されます。モンスターハンターのあり方に似た感じといえば伝わりやすいのかもしれません。アクション RPG とはいえ戦闘もちゃんと単性のバトルが用意されております。しかしフィールドにいるポケモンにこっそり近づいてポケモンボールを当てるのは、思い描いていたようなプレイがそこにあるといった感じでしょうか。今までのポケモンの世界よりもはるか昔の世界の物語。今までのポケモンとは全く違う次世代のポケモン。このポケモンが発売されるのはもう間もなくですよ。続きまして2月24日発売、ソフィーのアトリエ2。錬金術によるアイテム作成を主題とした RPG のアトリエシリーズ。美しく魅力的なキャラが特徴的なシリーズですよね。このゲームは2015年に発売されたソフィーを主人公とした作品の続編となっております。6人で戦う単性のバトルとパズルのように調合し新しいアイテムを作るパネル調合、一新されたキャラクターグラフィックモデルで新しいソフィーの物語を体験してみてください。続きまして2月26日発売、ドラゴンクエスト10目覚めし5つの種族オフライン。本来はオンラインの MMORPG であるドラゴンクエスト10の物語をオフラインのシングルプレイでも楽しめるような作品が登場します。ビジュアルや戦闘システムは一新されており、バトルは単性のコマンドバトル、ドラクエといったらやっぱりこれですよね。オフラインのゲームとなってはいるんですが、クリア後にオンラインに引き継ぐこともできるらしいんですよね。長く続くドラゴンクエスト10ですが、
オンラインだから遊ぶのを敬遠していたという方にぴったりのゲームなのではないでしょうか。続きまして3月4日発売、トライアングルストラテジー。2D グラフィックをより美しくした HD2D のグラフィックで描かれるタクティクス RPG です。立体的なマップ描写は過去の名作タクティクス RPG を彷彿とします。有利な位置を取り、敵と味方の行動の順番を考慮して戦う歯応えのある戦闘。各ユニットのアビリティを駆使して戦おう。ファンタジーの重厚なストーリー。あなたの選択が3つの価値観に分類され、物語を分岐させていく。あなたの信念によっては仲間になるキャラクターも変化してくる。本格タクティクス RPG が現代に蘇ります。タクティクスオーガやファイナルファンタジータクティクスなんかをプレイしていた方には必見ですよね、このゲーム。続きまして4月14日発売、13騎兵防衛権。2019年に発売された超高評価なゲームがスイッチについに登場します。様々な時代を舞台に13人の少年少女を描くドラマチックアドベンチャーゲーム。ゲームの中にはシミュレーション式のバトルパートもあります。複雑に練り込まれたストーリーや人間関係、その世界設定にとても高い評価を得ているゲームとなっております。キャラクターのデザインも本当に素晴らしいですよね。バトルパートではレーダーマップのような視点になっている独特なもので、騎兵に乗り込んで怪獣と戦います。アドベンチャーパートは 2D の横スクロールで展開されるものとなっております。それぞれの主人公の物語を行動によって分岐するルートを攻略し、物語の謎を解き明かし、真相を追い求めましょう。13騎兵防衛権はかなり名作だと思います。そのストーリーには目を見張るものがあります。かなり早い段階で引き込まれること間違いなしですよ。ではここからはまだ発売日の決まっていない作品をご紹介していきます。春発売予定、星のカービィディスカバリー。カービィ初の 3D アクションが登場です。文明と自然が融合した未知なる新世界。まるでなんか世界が滅んだ後かのように見えますよね。謎だらけの不思議な世界をカービィのおなじみのアクションで自由に動き回って冒険します。吸って吐いて飛んでコピーして、果たしてこの世界でカービィは何をディスカバリーするのでしょうか。任天堂の 3D アクションはとても出来がいいので楽しみですよね。同じく春発売予定、ディスコイリジウムファイナルカット。世界中で様々な賞を受賞した超神ゲーがやっと日本に上陸ですよ。記憶喪失の男が怪奇な殺人事件の謎を追います。急にすごい渋いゲームが出てきましたよね。任天堂スイッチは本当に様々なゲームがねありますからね。街の人たちと様々な会話をしていくゲームなのですが、会話するのは人物だけではありません。自分の脳内に宿る様々な人格とも対話、思考を重ねていきます。主人公は多重人格なんですよね。自分の中に宿る人格は行動によって様々に生まれていきます。腕に物を言わせて解決する武闘派か、言葉巧みに操る理論武装か、プレイによって主人公が様々に変わっていく完全ロールプレイングです。めちゃくちゃすごすぎる。このおじさんがゲームのプレイ後にはかっこよく見えてくるようになるかもしれませんね。大人向けの渋いゲームとなっておりました。続きまして同じく春発売予定、百英雄伝ライジング。百英雄伝は幻想水湖伝シリーズのゲームクリエイターが制作している RPG なんですが、そちらのゲームは2023年発売予定となっております。この百英雄伝ライジングは百英雄伝の前日譚となる小さな物語の横スクロール型アクション RPG です。なので百英雄伝自体とは全く違うゲーム性のものとなっております。幻想水湖伝が好きだった方はきっと百英雄伝遊びたくなると思うんですよ。その前日譚となればあらかじめ遊んでおきたいですよね。では続きまして2022年発売予定の作品を紹介していきます。ベヨネッタ3。最初の発表から長い沈黙が続いておりましたが、2022年ついに発売されます。敵の攻撃をかわし連続攻撃を決めていく華麗な戦闘はクライマックスアクションと名付けられ、美しい魔女のベヨネッタが天使や悪魔をねじ伏せていきます。今作ではなんだか円谷プロ並みの魔獣大戦争が見受けられますね。そして悪魔とも天使ともつかない正体不明の生命体が東京に。今作も華麗なアクションでねじ伏せていきましょう。少しだけほんのりとアストラルチェインとの世界のつながりをちょっと感じさせてくれてるんですよね。
何かひょっとしたらサプライズがあるのかもなんて思っちゃいます。続きまして、スプラトゥーン3。子供たちにシューティングゲームを夢中にさせたスプラトゥーンの新作が登場予定です。いや、このゲームは大人も夢中になってましたね。こちらもまだ詳細のほとんどが公開されておりませんが、インクを塗り合って戦う縄張りバトルの基本的なルールはそのままに、新しい武器やスペシャルウェポンが存在しているのはトレーラーからも確認できます。今作にも一人用のヒーローモードは搭載されていますね。テーマは哺乳類の帰還。果たしてどんな物語になるんでしょうか。私もついにスプラトゥーンを遊ぶ時が来ましたね、これ。続きまして、望む君の未来。通称、覗きみって、ちょっと待って。なんでこのゲームここに入ってきたの？これ覗いちゃってるよ、これ。女の子の部屋覗いちゃってますね。ダメだよ。子供たちが見てるでしょ。ダメ。電話ダメだって。なんだ、マッサージか。このゲーム、座敷わらしになって、住人を幸せに導くですって？なら、期待の新作だな、これ。良い子の皆さん、ちょっとびっくりしちゃいましたね。望む君の未来も期待の新作です。では続きまして、2022年発売予定、ドラゴンボールザ・ブレイカーズ。ドラゴンボールの超意外すぎる新作ゲームが登場します。セル、フリーザといった超パワーを持つレイダー1人と、戦闘力がたったの5しかないただの一般市民7人による非対称型マルチ対戦ゲームとなっております。レイダーはサバイバーがタイムマシンを起動して脱出するのを防ぎます。サバイバーはタイムマシンを起動して脱出。フィールドに落ちている様々なアイテムを集めてレイダーから逃げたり、時間稼ぎしたり、仲間を助けたりします。このゲームね、大丈夫かって思ってたんですけど、ベータテストのプレイを見てたら、なんかわちゃわちゃしててすごく面白そうなんですよね。ドラゴンボールの世界でスーパー戦士になれなかったらどうなるのっていう感じのゲームですかね。さあ、ということで、2022年発売予定の Nintendo Switch ゲームソフト期待作話題作を一挙にまとめてご紹介いたしました。皆さん、気になるゲームはございましたでしょうか？ゼルダの伝説やスプラトゥーン3なんかは続報が一刻も早く待たれるといったところかもしれませんね。いやいや、しかしながら発売が目前まで迫っているポケモンレジェンズアルセウスはすっごい興味がきますよね。気になるゲームがたくさんありすぎてどれを買っていいか迷っちゃうかもしれませんけれども、ぜひ皆さん気になるゲームを見つけて楽しい時間を過ごしてみてください。というわけで今日の動画はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。また次回何かしらの動画でお会いいたしましょう。じゃあね。